こんにちは。ムーパーチャンネルからインターナショナルプレミアムを生放送します。この番組は海外にも流しますので、私は英語に変えながら皆さんに伝えしてまいります。司会のアデイトです。ニコニコ動画 dmm.com、JustinTV、ブログ TV でもご覧いただけます。いつもの素晴らしいゲスト、世界平和委員会空手道本庁、ちょうどいい大学総裁です。よろしくお願いします。Today's top news. First, we are going to talk about Spain. スペインの強大な、ラボイ首相が、新たに、金融機関27社を救済するために必要な資金をスペインガバメントが EU から支援を受ける、はい650億ドル、650億ユーロ、ということを発表したわけだけど、前回の600億ユーロはガバメントが政府が借りるわけじゃない、これは直接バンクへ直接、融資させる。そうですね、銀行へダイレクトに。そうです、その時にラオイ首相はですね、我々はギリシャとイタリアと一緒じゃないと。スペインはやっぱりヨーロッパにおける経済大国である。経済が大きな規模である。そんなギリシャとは違うんだと。いうかっこよく言ったわけ、いい格好でね。だから銀行が困っているので政府は困っておらないというパフォーマンスを見せたわけです。しかし誰から見ても銀行も困っていれば、財政赤字もスペインガバメントは、イタリアもギリシャもみんな同じように悪いわけ。だから今回1ヶ月経ってですね、EU に助けてくれと、スペイン政府も金がいるんだと。なぜならば銀行を助けなきゃいけない。一つはプレッシャーになるわけですよ。もし銀行が潰れれば、フランス困るでしょと、ドイツ困るでしょ、ドイツ、ベルギーも困るでしょ、オランダも困るでしょと。オランダの銀行もベルギーの銀行もフランスの銀行もドイツの銀行もスペインの銀行に金貸してる。そういう中でですね、スペインのいわゆるムービーズの格付けが28の銀行の格付けが1から4ポイントまで、1から4ポイントまで格下げになってる。だから格が上ならば、お金借りる時の金利が安い。格が下がれば、クレジットが信用がないということだから、金利が上がる。ますますスペインの銀行はもっと悪くなるね。だからこういうその信用というものが、その銀行のコスト高になるわけですね。借り入れ金利が高くなるわけです。でガバメントの方はスペイン国債を発行するわけです。スペイン国債を発行するとスペイン国債の格付けも下がってるから金利が上がってると。政府が借りる金の金利ももう上がってる。だから日本の金利というのは、日本の国債の金利は 1% 切ってるわけです。0.5 とか 0.6 という、ただみたいな金利なんです。金利払う必要ないほど安い。スペインは 6%、7% なんです。すごいで
イタリアも6.5から7に近づいてる、ギリシャはもう7、8% になってる、それでも貸さないんでギリシャへも、そういう意味でですね、ヨーロッパの金融不安はますます悪い方向にもっと速いスピードで転がっていくだろうと、こう見たらいいと思います。Spain received 65 billion euro from other banks of EU, the Spanish banks. So this money was moved from banks to banks. It didn't go to the people of Spain or to the government. And so the government is saying that we should not compare Spain to Greece and to Italy. They are saying that Spain is still fine and Spain is a strong economy. But fact is, if the Spanish banks are in problem, if they go into default, it of course will reflects on the population and on the other countries of Europe, on the Belgian banks, on the German, on the French banks. And because of this bad situation of the banks in Spain, the ranking, they have been downgraded to many points. So now those banks, if they are borrowing money, the credit rate will be much higher for them to return the money. And for example, Japan is able to borrow money at very low rates, 0.00 something %, and they are borrowing from themselves. But for countries like Spain, it goes to 7%, and the others even 7, 8, 9%. And even for the people, these credit rates are going up. So Sosai says it shows that the situation in Europe is still going towards bad. It's rolling into negative. That's how we can consider for the future. It's increasing to go into negative and towards default. The second point, Cyprus, the situation in Cyprus. キプロス、サイプロス、日本語ではキプロスと言ってますがね、はい、英語ではサイプロスって言うんだけど、これは一応ギリシャとトルコが絡む独立国家ですが、はい、この財政が非常に今悪くなってきてる、これもデフォルトに近い状態だ、はい、規模は小さいから、全体に与える影響は少ないわけだけど、はいはいはい、一つ飛べばドミノ現象に始まるから、大きい小さい関係なく、はいはい、デフォルトを1個でも出してはいけないと、それが引き金になって爆発するわけですから、ヨーロッパ全体が爆発するわけだから、小さい予算の国、サイプロスにおいてもですね、これは守らなきゃいけないと、これはやっぱり EU の会議が、ブリュッセルで、EU 首脳会議が開かれるときに、このサイプロス問題にどう対応するかという議題、この話し合いがされます。はい、で先週初めに、はい、いわゆるメルケルとオランドと、そしてイタリアのモンテと、ね、マリオ・モンテとラフォイ、スペインの4カ国のトップが集まって、とにかく EU の全体で1カ国でも倒産、バンクロップ、デフォルト、はい、出しちゃいけないと、全ての国がバンクロップにならないように調整しましょうという合意がローマ会議なんでできた、ローマで、はい、ね、
それでスペインも入ってスペインも守ってくださいと言うとるわけ。しかし今小さい国のサイプロスもデフォルトにしてはいけないと、ギリシャの一部みたいな国だから、サイプロスとギリシャは非常に似てるから、そうですね。これはサイプロスが番号になったらギリシャもすぐ影響を受ける、ギリシャが飛んだらイタリアが危ない、スペインが飛ぶ、アイルランドもポルトガルも全部ダメだ、でこれで緊急に困った銀行は助けましょうと、困った政府は何しましょうと、そのためにはプライマリーバランスを、国の財政のいわゆるプライマリーバランス、収入と支出のバランスを、赤字を GDP の、3% 以内にしろと、こういう協定がメルコル前のフランスの大統領サルコジーの時に決まっているわけ。それを今ギリシャにも財政緊縮策を厳しく要求しているわけ。財政緊縮策を要求したらレーバーはもう給料がもらえなくなったり、就職口がなくなったり、道路工事がなくなったり、空港の工事が、港の工事がみんなコンストラクションもなくなる、みんなもう失業者が増える。だから EU の緊縮協定はギリシャは2年間待ってくれって今頼んでるわけ、メルケルはダメだとこ言ってるわけ、それでイタリアのモンテとフランスのオランドが2人で話し合って2週間前に、メルケルのサルコジの緊縮策はこれは当分の間は実行できないだろうと、だから経済成長をまず考えようと2人で相談したわけ、それに対してメルケルが怒ったわけ。なぜオランドとモンテが緊縮を破るんだと、緊縮協定を、そういうことでですね、フランスとドイツも対立、意見が合致しない、という面もある。そこへもって緊縮はしようが、金で一時的に助けようが、もうギリシャは産業がインダストリアルがほとんどない。ほとんどないですね。造船とか若干あるけども、マリンだね、海運、船、同じ人がやってたような船、海運業っていうんだけど、それと観光収入、ツーリズムインダストリアル、ホテルだと。だからアクアポリス見に来たと、これたくさんですよ。そうですね。しかし今ギリシャは危ないとかもういろいろ言われてるから、ツーリズムが今落ちてるわけ、ホテルは泊まる人おらないわけ、あれだけの多くたくさんのホテルが今空いてるわけで、部屋が、そのためにみんなディスカウントしてるわけ、一流ホテルまで値を下げている、ますます悪くなっていってるわけで、だからどんどんお金を、ファイナンスしても国そのものがもうどんどん落ちていってる、エコノミーが、だから水を入れてもたまらない、全部抜けちゃうんです。だからそれはイタリアも同じこと、スペインも同じこと、ポルトガルも同じ、アイルランドもサイプロスもハンガリーもみんな一緒、同じような状況だから EU は非常に難しくなっていく、これからは、ますます日々悪くなっていく、助けてもこれは解決しない、というふうに考えるべきだと思いますね。Cyprus is a very small country.
close to Greece, in between Greece and Turkey, and Cyprus' economy is also almost on the verge of default right now. Because Cyprus is a small country, it will not have a huge impact on entire Europe, on the European Union. But at the meeting in Rome, the heads of the European Union decided that we should not allow even a single country of Europe to go into default, because if Cyprus would go into default, it will immediately, in a chain reaction, go over to Greece, then Italy, Ireland, so it would spread like a disease all over Europe. And so they decided to help Cyprus and to, at all costs, to avoid the default. But because of this situation, like Saichodo and Daikaku says, we can see that in the near future there's no good way for Europe how to save the situation, because as much as they give money, as they lend money to other countries, is never enough. It's like you pour water, but it's always poured into nothing. It's never enough. And this situation will continue, and it will get even worse in the years to come. Next, in Egypt, the new Morsi president. シャフークとモリスが争って、先週は両者がウィナーになってたんだけど、はい、いわゆる、エレクションコミュニティが 1%、1.5% モルシが多いということ、51.5% でモルシのウィナーになって勝利宣言したわけです。一応選挙で選ばれたのはイスラム同胞団のモハメド・モルシになったわけです。はい、そこで、問題が2つある。問題が一つは長年イスラムという宗教が中心だけれども、ムバラク大統領時代は軍が全部ですね。はい、その前はサダト大統領もこれは軍人だった。ね。ナセル大統領は革命家だって最初の大統領は、はい、ナセルはアラブリーグのトップで、はい、オールアラブの、そしてエジプトの大統領にナセルがなった、これは全部その時はソ連と関係が深かった。ムバラクもパイロットだったんだよ、エアフォースの。はい、それでモスクワで訓練を受けたわけ、はい、ナセル時代に。そしてサダトが暗殺されてムバラクになったと。でムバラクは両方に線を持ってたわけ、ロシアもアメリカも、アメリカからも軍事援助を受けてたわけ、ムバラクは。しかしムバラクは古い関係でロシアとの関係がある。今の昔のソ連と深い関係があるムバラクは、そこで訓練を受けてパイロットになってるわけだ。そこでロシアサイドとのいわゆる秘密交渉も始めてたわけだから、アラブの春という名のもとでムバラクをやめさす運動が始まったんですよ。これはCIA が働いている。So, in Egypt, at the elections, Morsi was chosen as president, and Morsi is part of the Islamist Brotherhood,
this is a new step for Egypt, and he was at first this election was not accepted, but right now it's official. He is the president of the country, but until now the country was military regime from President Nasser to President Mubarak. Everybody was military regime, and President Mubarak, long ago he was a pilot, and while taking this pilot license he took it in Russia, so his ties to Russia were quite strong. On the other hand, he also had ties to United States, and Egypt received weapons from United States too. But when the Arab Spring started, it started by taking down President Mubarak because of his ties to Russia, and so it was him first who had to go. And そしてそこでムバラクは倒された。はい。で、そのいわゆるムバラクが倒された後、これはアラブの春でイスラム勢力が台頭してきた、上がってきた。でイスラムのラインはパレスチナとアライアンスなんです。パレスチナと。ね、はい。パレスチナのシーア派と非常に近い関係がある。そのシーア派はイランなんですよ。イラン、パレスチナ、いわゆるイスラム、エジプトと、いわゆるモルシってこうなるから、イスラエルとエジプトがムバラクの時代はかなりグッドフレンドシップがあった、グッドコミュニケーションがあった。それがイスラエルとエジプトは、モルシの段階でちょっと対立傾向へ向かっていくんじゃないかと、それに対してモルシをバックアップするのは、パレスチナ、これは過激派のヒズボラもそうだし、シーア派のイランもそうだし、そのバックはロシアのプーチンだと、こういう対立行動を一つ考えなきゃいけない。それからミニタリーというものとイスラムのいわゆるモルシは完全に敵対エナミーですから、ミニタリーガバメントですから、今までが、モルシガバメントになるか、半分はミニタリーがまだ、権利ライトを持ってる、この対立関係が非常に複雑になっていくだろう。そこにロシアがどう調整するかというのが、これからの注目すべきポイントだと。注目ポイントは、ロシアの動きということ、プーチン。And so Morsi is part of the Islamist party, and this Islamist party, they are strongly related to Iran, to the Shia Muslims of Iran, and to Palestine. So it looks like it's going to be an alliance in between Iran, Palestine, and Egypt. And until now, Israel was actually in a very good relationship with Egypt. And so Israel is now fearing, it's worried that Egypt is going to switch towards Palestine and Iran, and of course those countries will be backed up by Russia and by Putin, and it's going to happen a shift of forces. Morsi's party are opposed to the military party, so it's like enemies. But still, the military party of Egypt has a lot of control, and Morsi can't do as he pleases. His actions are still restricted by the military. But like Sosa says, we have to consider that in future, Palestine and Iran and Russia and might act upon Egypt, and it's going to probably be Putin's
reaction to this. We are going into commercial and see you after the break. CM を楽しんでください。今回は健康食品スーパー乳酸 CPL をご紹介いたします。健康食品スーパー乳酸 CPL は1982年東海大学医学部においてがんが消滅している現象から発見された物質で、世界で初めて合成に成功した健康食品です。 CPL は天然の原料、主に砂糖大根を発酵させた乳酸を原料に製造メーカーシュメイドンさんが開発した製法で安全な健康食品です。粉末をお茶やヨーグルトに混ぜてお取りください。ご購入希望の方はムーパル .jp のホームページからアクセスしてください。お待ちしています。 The situation in Egypt is related to, we will see about Israel and the military council. Anything to this, or we are going to talk about Vietnam? Vietnam. ベトナムが先週ニューオーシャンローというベトナムニューオーシャンローを発表したわけです、はい、なぜこの時期にベトナム政府はニューオーシャンローを発表したかと、はい1ヶ月前大きな問題になったのはフィリピンとチャイナが、スプラトリーアイランドの南沙諸島、西沙諸島に絡む領有権、島の権利、これがチャイナだとフィリピンだと、これが喧嘩したわけ、一応まあこれはフィリピンもそこに、人を送って、固有の古いヒストリーはフィリピンのものである、中国のものじゃないと。まあこれは誰が見てもフィリピンのものであって中国のもので分かるんだけど、中国は無理を言ってる、いちゃもんはプレッシャーかけてる、そこでベトナムが持ってる島もいずれ中国がまたフィリピンと同じように取り上げに来るだろうという、先にローを作ったわけ。この島とこの島とこの島はベトナムのものだとオーシャンローで定めたわけ。まあそれに対して中国政府はチャイナガバメントはベトナムのものじゃないと、まだ中国のものだと、まあ、明らかにベトナムのものであるのに中国は中国のものだというわけ、明らかにフィリピンのものでも中国は私のものだと、極端に言えば全世界が私のものだというようなものでだ、こういうまあ中国は軍事力を背景にミリタリーパワーを背景にスモールカントリーに対してむちゃくちゃな圧力をかけている。これは国際社会で厳しく見守っていかなければいけない。でベトナムもクレバーの人が多いから、1000年間中国に支配されたヒストリー、中国がインベーダーしてきたわけ、ベトナムを1000年、1ミリアン、10ミリアン、1000 years? 1000、これだけ中国はベトナムをいじめたわけ、だからベトナムの人はヒストリーの背景に中国人は悪いと、中国は強盗団だと、ね、ミリタリーを使ってベトナム人を殺す、ベトナムのものを取り上げる、こういう略奪集団だと、盗む集団だと、だから島も盗むということでものすごいベトナムは反対している、政府はもうそういう法律を決めている、ニューオーシャンローというのはそういうヒストリー背景があるというか、ベトナムニューオーシャンロー、ニューオーシャンローは、Vietnam
decided a new oceanic law where they specifically specified which islands are belonging to Vietnam. And this happened because a while ago China and Philippines got in international troubles and discussions and fights over other islands. And China is all the time saying that all the islands are belonging to China, even though it is obvious that some islands belong to Philippines, some islands to Malaysia, some islands belong to Vietnam. And Vietnam has a long history with China, and China has been attacking them for more than 1,000 years and putting a lot of military pressure on this small country. And so Vietnam openly says that China was stealing, and it's like a folk that steals from them, and now China wants to steal even those islands. And China looks like owning the entire world. And so we have to understand that Vietnam is correct in this situation, and China also has the new submarine, right? The submarine that goes 7,000 meters below sea level. So, まあいわゆるマリバナ海峡という一番パシフィックオーシャンで、はい、一番深いところに、はい、中国のいわゆる潜水艦、まあいわゆる海底調査船というこのサブマリンのリサーチがですね、はい、7000メーターのところへ、はい、降りて、そうです、はい、それでワールドレコード、世界新記録を発表したわけです。はい、同じ時期に有人宇宙を3人宇宙に入って、そして、宇宙ステーション、中国の宇宙ステーションにドッキングしたと、はい、この宇宙のテクノロジーと、そして海底の世界レコード、はい、これを同じ時期に世界に発表して、中国の技術はアメリカ、ロシアに並ぶ世界第3番目の宇宙と海底サブマリンの技術は世界一だとこう言ってるわけ。そうですね。これはもう確かに一党独裁の中国のポリティカルは非常にここ15年間で強い力を世界にアピールしている。その15年前から35年前から日本の国民の税金が日本ガバメントの売国を通じて中国へ流れた。何十兆という金で中国の国を日本は助けた。そのミリタリーアップもみんな日本の金なんです。ですね。はい。日本の税金が中国へ行って中国のミリタリーが拡大しているわけ。それで今やスペースを日本よりも先にそうですね。有人スペースを上げた。そして日本はもう到底かなわない海底7000メーターまでサブマリンを下ろしたと。そのテクニックは世界一だと。そしてアフリカのエチオピアのアフリカンセンター150億を、ね、15ビリアン円、これを中国は全額出してアフリカに中国の力を証明している。またセントラルアフリカ、ラテンアメリカの国々に莫大な寄付をしている。全部これ日本の税金持っていってるわけ。日本の経済の金と技術を全部中国へ持っていったんだ。これをやったのは日本の政治の売国奴たち、日本をみんな売り渡した。
ですね。そういうことでもう日本は今や中国の力に怯えてるんだ。日本が震えてるんだ、怯えてるんだ。それで中国は世界一になってる。これはもう今後の中国の、力というものが、はい、ベトナムやフィリピンやマレーシアやジャパンや、全部にもこれ及んでくるだろうと、ね、はい、全部アジア人は中国の奴隷になっちゃうんじゃないか、スレーバーに、はい、それぐらいの勢いを今中国は持ち出したとですね、だからジャパンを中心とする反中国アライアンスを作らなきゃダメ。And China also published the news about the new submarine that has a world record. It can reach 7,000 meters below sea level. It can go very deep. And at the same time, they launched the rocket, the manned rocket, having 3 people on board the rocket and docked to the space station. So China is showing that they can be as strong as United States or Russia by having conquered the space and the seas. But like Sosai reminds us, China received 35 years ago, received from Japan a huge amount of money as help for China, and that money have been continuously given to China. Japanese taxpayers' money were given to China by the Japanese Prime Minister who behaved as traitors to Japan and sponsored China, and now China is becoming this strong country and Japan is so afraid, and Japan is not able to have nothing in space and nothing in the seas, and all the other Asian countries, Vietnam, Malaysia, Philippines, have to be afraid of China, who becomes this strong power that even went all over to Africa, in Ethiopia too, and spends a lot of money all over Africa to show how huge China is nowadays. And this happened thanks to the Japanese taxpayers' money. And so Sosa advises that to think of an alliance against China and for the protection of Japan. And the last point for today, in United States, in Arizona, Barack Obama actually wanted to reduce the control over people and so アリゾナとかニューメキシコは、メキシコ人の人がたくさん来ている。ガテマラからも来るし、メリードからも来るし、ホンジュラスからも来るし、エルサルバドルからもニカラグアからも来る、はい、そういう出稼ぎの人たちは不法移民で来てるから、警察はアリゾナ警察は、あ、今パスポート持ってるかとこう聞くわけ、ね、そういうその誰にでも警官がポリスが、はい質問する権利、はい、これを法律でアリゾナ州法で決めたわけ、ガバナが、はい、それに対して、そんなものは憲法違反だという裁判があって、はいはいはい、そして、今の最高裁、ね、スプリングコート一番最高裁のスプリングコートの判決ジャッジメントは、アリゾナの法律は認めると、質問してもよろしいと警察が、はい、その市民に県民に、州民に
市民に質問しても OK だという法律を、フェデラルガバメントの最高裁で決定したと、こういうことですから、やはり移民に対しては、割り方人権ヒューマンライトに関わる警察の権限というものを確定したということで、これは一つの注目すべき判断である。いわゆる人種差別がまた始まっているということですね。まだ残っていると、アリゾナにおいては。これはおそらくニューメキシコも同じような法律ができてくるかもわかりません。それがもっと広がればね、ニューメキシコもテキサスもルイジアナも、南部というのは黒人をスレーバーにしてた。もともと人種差別はあるわけ。だからそれを黒人も白人も人種差別はしちゃいけないという、そういう政治の中で今や人種差別はしてないような一応法律ができてんだけど、このアリゾナの法律では人種差別がまた戻っていたわけだ。ね、アメリカもこれから人種差別がますます激しくなると。それとジャパン、ジャップと言ってた。ジャップをまた質問して捕まえて刑務所に入れちゃうというね、時代が来るかもしれないと。言うばジャップは危機感を持たなきゃいけない。The Arizona state passed a law where police officers are allowed to ask just anybody they would think they look suspicious to ask their passport to see if they are legal to be in United States or not. And the Arizona law has been sued, but the Supreme Court decided that this law can be active. The Supreme Court of the United States decided that the law can be active. But this law is against the Constitution and is against human rights. It implies discrimination. And, but it is allowed. So this discrimination is now allowed. And Arizona and the surrounding states are already states where long ago they had a lot of black people's slaves. So this discrimination is already embedded in that part. And now that it's legal, society says it probably going to spread to other states of United States, and even the Japanese might be questioned and taken to the prison. And so this discrimination of people will become more and more in United States. We thank you for today and see you next week. ではまた来週。